こんにちは、ゆかです。最近ね、私、内臓、特にピンポイントで言うと、肝臓をできるだけ楽させたいなと思っててっていうのがね、肝臓が、肝腎要って、肝臓と腎臓が要っていう字でしょ？それってね、意味があって作られた言葉だと思うんですよね。で、人間のこの体を健康に維持していくためには肝臓と腎臓が大事なんだろうなと思って、で、それをね、どういうことかっていうと、肝臓も腎臓も体にとってフィルターの役割をしてる臓器じゃないですか。だからいかに内臓に負担をかけないでいるかっていうのが大事なのかなってちょっとね、最近そんなようなことを思ってるんだけど、どうなんだろう。私、結構体調ではね、悩み多く生きてきたんですよね。もう物心ついた時には摂食障害があって、あんまり食べたものがお腹に収まってなかったし、外で遊んだりとかしててもすぐに鼻血を出しちゃうから、すぐのぼせちゃうんですよね。まあ簡単に言うと。だから、結構、楽しいなって、こちょっと軽く走ったりだとか、何かに夢中になって熱中し始めて、ちょっと面白くなってきたところで、だいたい鼻血がブーッと出ちゃうって、もう止まらないような量が出るので、じゃあもう、これで鼻血が出ちゃってるから、これで休もうね、みたいな感じで横になるっていうような感じだったんですよね。で、もう毎日毎日ゲー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 戻してるし、とにかくちゃんと食べれないから痩せっぽっちなわけなんですよ。で、よく寝れないっていうね、睡眠障害とかもあって、すごく広いお家に住んでて、その、ずっと向こうの部屋の方で何かがいるような気がしてね。で、お庭も広かったし、カーテンもなかったんですよ、うち。で、そこのカーテンじゃない、窓の向こう側っていうのも、森みたいなのがこう続いてたりして、自分の家の庭なんだけれども、何かが住んでそうな、怖さっていうのを感じてね。うん。で、それはね、さておきなんだけど、で、ずっと胃の調子が悪いまま大きくなったりして、で、本当にもう、健康では、結構不便をしてきたんですよ。不自由をしてきたんですよ。で、20代頃からサプリメントを飲むようになってきて、で、すごい助けられたところもあったのね。っていうのが、これを飲むとすごく体が楽だ。これを飲むと、起きた時に体が軽いとかね、いろいろあったりするし、やっぱこれを飲まないと、食べた後お腹重くなっちゃってなっていうのもあるから、すごい助かってるんだけど、今、10種類ぐらいざっと数えるとサプリメント飲んでて、それをね、私ずっと20代だからこれ25でしょ？もう20年以上ね、やってきてるけど、サプリメントちょっと減らそうと思う。っていうのが、私、この肝臓腎臓にフィルターとしての負荷をかけすぎてるんじゃないかなって思うに至ってて、で、フィルターって、空気清浄機だとかも使ってれば交換しなくちゃいけなくなるじゃないですか。それと同じように、多分人間の腎臓、肝臓とかも年齢を重ねるごとに機能が落ちてくるに違いないなとかって思ってて、で、そこのところが減らない体重にも影響してると思ってんですよね。
あと、このね、体重を減らすぞって思い立ったのって大きな理由があって、やっぱこの疲れやすさをどうにかしたい。私もともと小さい頃から疲れやすかったりだとか、もともとすごい体が頑丈で何してもへこみませんみたいな、そういう感じじゃないから、まあまあね、大切に大切にエネルギーをね、うまくこう、分けないとダメだったけど、でも、そうじゃなかった時期も瞬間瞬間はあって、なんかね、私、もうちょっとエネルギーを出せる体になりたい。で、そこにはきっと体重を減らせばいいに違いない。で、体重を減らすには、腎臓、肝臓にかけてる負担を少し減らそう。で、腎臓、肝臓の負担を少し減らせば、きっと体の疲労感だとか、このもう減って、エネルギーがきっとこう倍増するんじゃないかみたいなね、そんなことを考えてます。そう、だからね、ちょっとね、いろいろ試作を打ってて、なんかいつもね、これもう朝の分は飲んじゃったけど、これサプリメントケースに使ってる無印良品のケースなんだけど、ここにね、こんなね、量のサプリメントを入れてね、飲んでんですよ。まあ、これはね、クリスタルね。これは関係ないんだけど、で、これをね、朝、昼、夜ってやってんだけど、これをね、ちょっと減らそうと思って。で、今、結構まとめ買いしてるストックがいっぱいあって、何ヶ月分もね、だから段階的に減らすんだけど、ちょっとね、段階的に減らす動きをしてます。それで、そうだ。ちょっと、日本では、ドラッグストアとかで買えなくてお医者さんの処方になっちゃうんだけど、そのためにもね、使い出したものがあるので、ちょっと持ってくる。ちょっと持ってきますね。待ってて。お待たせしました。これ、それ話すと思ったら、これ最初から置いといたのに。これ、日本では、多分、見えるこれ。うん。これ見えるかな見える日本では、この、トレチノインとハイドロキノンって言って、シミの治療のために美容クリニックだとかで出されるものなんだけど、タイだとね、これが普通に薬局で数百円とかで買えるんですよ。すっごい安いの。日本だと、まあ、3000円、4000円、5000円とかしちゃうやつが普通にこれ買えて、で、これをね、まあ決められた用法を使うとシミが薄くなるっていうので、期待してやってんだけど、これどうでしょうわかんないけどね、見えるか。なんかね、こことか、これはちょっと見えるね。とか、こことかね。なんかね、シミがあって、ずっとサプリメントを飲んでたんです。なんだけど、私のね、最近のテーマね、腎臓、肝臓、この体のフィルタリングシステムに負担をかけない、その負荷を軽くするっていうことをね、ちょっとね、最近思いついたの。だから、その、日本の皮膚科でいうトレチノイン療法っていうので、シミのね、ケアをしながら、ストックしてあるお肌のために飲んでるサプリメントを段階的にやめておこうっていうのを考えてます。そうそう。なんかね、いや、もともと違う話をしようと思ったんだけど、これを持ってきちゃったから、まあ、ついでにその話をすると、お肌のために飲んでるサプリメントとかって、まあ、コラーゲン入ってるものだとか、ビタミン C 入ってるのとかもあるんだけど、このね、ハイドロキノンっていうクリーム。これ、もう本当にこれね、タイ来たら買った方がいいよって思うんだけど、これ。っていうかなんなら、個人輸入の大阪堂とかね、そういうところでも買えると思うんだけど、ちょっとなんか見えないね。このハイドロキノンっていうのは、肌の漂白に使われることが多いクリーム。で、こっちの、トレチノインっていうのは、
肌のターンオーバーを早めてくれるようになるんですよね。だから、ターンオーバーを早めつつ、漂白っていうのをすると、だんだん肌に蓄積されてるシミが押し出されてきて、剥がれ落ちるっていうような感じになるっていう原理なんだけど、このトレチノインの方は、東京大学とかでも相当ね、論文とか出てるし、世界中で使われてるクリームなんですけど、長期ね、一瞬使ってもう終わりっていうんじゃなくて、長期で使い続けた場合、コラーゲンの生成だとかね、なんかそういうのにも期待ができるっていうことがもうすでに臨床実験で認められてるんですよ。だから、これを使い続ける限り、私はそのお肌のサプリメントをいらないんじゃないかって思ってて、ずっと、コラーゲン入ってんのとかも飲んでるし、あと、ビタミン C がね、高濃度で入ってるようなサプリメントとかも飲んでるんだけど、なんかね、ちょっとずつ減らしたいなと思ってます。2種類は飲んでる。2種類は飲んでるんですよ。2種類 ?2 種類だけ ?1、2、2、3種類飲んでるでしょ ?2、3種類でも、このクリームだけで終わったらいいなと思ってて。で、食事とかも少し、なんか考えるようになって、ずっとね、朝ごはんも、なんか甘いの食べてたでしょ？甘いパンとかね。あとは甘くないのも食べることあったけど、でもなんか食べてたんだけど、今ちょっと腎臓肝臓のフィルタリングシステムの強化をしてみようっていうとこから、最近朝食は食べる時もあるけど、すごい食べたいなっていう気持ちがない日には炭酸水だけで過ごしてます。炭酸水とこのサプリメントね。それでなんか、体のフィルタリングシステムの負担が少しでも減ればいいなと思って、あと睡眠時間も今までもよく寝てたけど、私、どれぐらい寝てんだろうなんか10時間ぐらい。すごく寝てるんだけど、私ね、もともと眠りが浅かったりもしたし、朝早く目覚めちゃってたりしたんで、そこがもうちょっとね、カバーされるように、サンダルウッドのエッセンシャルオイルの入ったロールオンとかの、ロールオンのね、アロマみたいなのを使ったりして、ちょっとね、できるだけ深い眠りが実現できるようにね、やってみてます。タイって、もしね、今から夏休みの計画立てる人がいるんだったら、ぜひね、面白いものがいっぱいあるから、日本では手に入らないものが、日本ではお金相当出さないと、手間かけないと手に入らないものが安く買えたりするのでね、例えばこのシミをなかったことにするクリーム、このコンボね、とか、タイの天然のエッセンシャルオイルを使ったアロマのものだとかもね、それもね、ブランドによって、やっぱり品質の良し悪しとかあるし、その会社によってはね、天然のだけじゃなくて合成香料とか入れてるのもあるから、そこはね、ちゃんと吟味してほしいんだけど、すごく日本にあるもので同じぐらいのものを買おうとしたらもっと高いなっていうものがすごく安く買えたりするし、いろいろあるからちょっと試してみてほしい。ちょっともうこれをね、取りに行ったので、そのロールオンのね、アロマの香水とかはちょっと取りに行かないんだけど、私そのロールオンのアロマも使って、すごい眠りが深くなったのを体感してて、結構違う気がする。もちろんね、私、このロールオンのアロマの香水塗ってる
って言った時に、そこでね、腎臓、肝臓のフィルタリングのシステムには負荷はかかってるんだけど、でも、プラスマイナスして、私にとってはプラスになってる。これ、でも結構ね、ほんと。天然のものだからいいよねっていう人いるんだけど、天然のものの方が強い効果を持つときっていうのも多々あるし、天然のものが、そのエッセンシャルオイルが一滴口に入って、場合によっては死んじゃうようなものに死んじゃうようなね、劇薬、毒薬になるような類っていうのもある。これ私ね、脅して言ってるわけじゃなくて、ちゃんとね、アメリカのアロマセラピストの資格取ったの。一応ね。そう。で、そうだからね、何でも天然のものだったらいいかっていうと、そうだとは思わないけど、でもね、なんか、私は今ね、この腎臓、肝臓に負担かかんないような生活をして、少しでも体の負担を減らすことでエネルギーをアップしたいっていうのと、その腎臓、肝臓の負担を和らげてやることで、いろいろなものの排出が促進されて、長期的に見たら体重も減るんじゃないかみたいなことも期待してやってるんだけど、やっぱ、急にゼロにするっていうのができない人もいるわけで、私みたいにね。このサプリメント飲んでないと、もう本当にエネルギー切れでみたいな人もいるでしょ？だから、このプラスマイナスで計算して、だんだんマイナスになってったらいいな、みたいなね。まあそんな感じです。ちょっと何の話してるんだろうって思った人はちょっとごめんなさい。今日はね、こういう日でした。はい。ということでした。はい。まあなんか、そう、腎臓、肝臓をもうちょっとね、言いたがってやろうっていうね、話。ただね、なんかね、昨日、すっごい久しぶりに一口だけだけどコーヒー飲んだんですよ。旦那さんの飲んでるコーヒーね、ベトナムコーヒーを飲んでて、すっごい美味しそうで飲みたくなっちゃって。過去私、エスプレッソ好きで飲んでたんですよね。だからね、そう。そしたらね、なんか、私、もともとその味が好きだったっていうのもあるけど、すっごく美味しくって、あとね、私、早く眠くなるんだけど、7時半、まあ、7時とか、7時半とかね、その日は、昨日はね、少し9時ぐらいとかまで大丈夫だったんですよね。なんか食器洗ったりとかもできた。なんかいつもだったら旦那さんにお願いよって感じだったのに、そう、なんかコーヒーって、まあ、カフェインって私はやめた方がいいと思ってやめてたんだけど、カフェインが悪くないっていう人もいるじゃないですか。まあ何事もね、やりすぎはいけないと思うから、体にいいからってそれを取りすぎたらね、もちろん良くなくなるってこともあるとは思うんだけど、でもカフェインっていいよっていう人もいるし、良くないよっていう人もいるし、どっちなんだろう？誰か知ってたら教えてください。うん、誰か知ってたら本当教えてほしい。なんか、どういうところが良くないって言われてて、どういうところがいいって言われてるよっていうのはね、なんか、よくわかんないな。とりあえず、昨日なんかちょっといい気がしたから、たまに気が向いたら飲んでみようかななんて思ってね、カフェインを、今日、タイティーをちょっとこれね、取り終わったら一杯飲んでみようなんて思ってます。うん。ちょっとなんか微妙な締めになりましたが、はい。タイティーを飲みに行きます。ということで、今日も聞いてくれてありがとう。じゃあねー。